多くの人が新生活のスタートを切る4月、もし偶然引っ越した部屋の隣人があなたを殺そうと考えていたら、2021年4月28日、舞台は大阪府大東市。午前7時頃、マンションの一室で眠っていたのは21歳の女子大生 A さん。大学でサッカー部のマネージャーを務める彼女は明るく真面目で友人の多い女性。一人暮らしのその部屋にも頻繁に友人を招いてお酒を飲み交わすようなよくある充実した大学生活を送っていました。そんなごく普通の女子大生だった彼女の日常はその日突然崩れ去ることになりました。何？突如として部屋中に鳴り響いたガラスの割れる音。眠っていた A さんは慌てて身を起こすと音の聞こえた方へと目をやります。するとベランダへ続く大きな窓は粉々に砕け散り、一人の男がバールを片手に部屋へ足を踏み入れようとしていたんです。3階に位置する A さんの部屋に飛び込んできたその男は A さんの真下の部屋の住人でした。凶器を片手にベランダから侵入してきた真下の部屋の住人。女性と何の面識もなかったその男が凶行に及んだ理由とは。女性は何も落ち度がなかったにもかかわらず、知らぬ間に隣人の恨みを買っていたんです。おそす、この間オッペンハイマー見てきたよ。ケンちゃんです。感想が知りたいわね。みんなには絶対見せないけど、ここに桜吹雪入ってます。ヤミコです。本日ご紹介するのは大阪府で起こった近隣トラブルによる殺人事件なんです。一人暮らしの女子大生の部屋に近隣の男が殺しにやってくるという、もう考えただけでも恐ろしい事件なんです。ちょっと女性の身に今なってみるとめちゃくちゃ怖いでしょ、そんなの。もう何が原因でそんなことになるのよ。それがですね、この女性と男性の間には一見ね、何のトラブルもないように思えていたんです。新生活のシーズンっていうことでね、引っ越しの時期なんですけど、引っ越しってマジでさ、建物とかね、部屋とかガッて見るけど、近隣にどんな人が住んでるかって分かんないじゃないですか。なんかちょっと一種のガチャというか、運みたいなとこあるわね。早朝の悲鳴。2021年4月28日、大阪府大東市が今回の舞台。母さん、お母さん。午前7時、単身者向けマンションの廊下に朝の静けさを引き裂くような女性の叫び声が響きました。怪げそうに顔をしかめながら窓から顔を覗かせていた近隣住民の女性。しばらくすると叫び声は止みましたが、そこから彼女はさらなる異常事態を目にするんです。大変！住民の女性が目にしたのは凄まじい勢いで立ち上る黒煙。そう、マンション2階の一室では火災が発生していたんです。警察が駆けつけると、火災のあった2階の部屋では一人の中年男性が倒れていました。そして問題はその男の部屋のベランダから3階のベランダにはしごがかけられていたこと。窓が割られたその部屋の中ではめった刺しにされた女子大生が横たわっていたんです。横たわる彼女の隣には凶器とみられるバールや刃物が無造作に転がっていました。室内は玄関付近まで大量に血痕が飛び散っており、現場はあまりにも凄惨な状態。女性と男性はそれぞれ緊急搬送されますが、いずれも搬送先の病院で死亡が確認されました。2階の部屋で男性亡くなってて、3階の部屋で女性が亡くなっててって連続殺人ってこと？これどういうことなの？そういうわけではないんです。先ほども説明した通り、この事件は近隣トラブルが原因なんです。そしてベランダにかけられたはしごが意味するものとは。火災が起きた2階の部屋で倒れていた男は48歳の会社員杉谷。一方、3階の部屋で亡くなっていたのは21歳の女子大生 A さん。2人には偶然同じマンションに住んでいた隣人以外の関係性はないように思えました。ただ近隣住民は確かに目撃していたんです。火災が発生する直前、杉谷が A さんの部屋のベランダからはしごを伝って自分の部屋へ戻っていくところを、そう、杉谷はその日ベランダから侵入して A さんを殺害。その後自分の部屋に戻ると火を放ち、自らも命を絶ったんです。一見して接点がないように見える2人の間に一体何があったというんでしょうか。女子大生の A さんがそのマンションへ引っ越してきたのは事件から3年前のこと。京都府出身の A さんは大学進学と同時に一人暮らしを始めたんです。教師を目指していた A さんは大学ではサッカー部のマネージャーを務めており、友人からも好かれていた明るい女性。A さんの部屋からは複数人の男女がお酒を飲み交わし談笑する声が時折漏れ聞こえていたといいます。勉学にも部活にも励む A さんは特に変わったところはないごく普通の女子大生。充実した学生生活を送る彼女は人から恨まれるような性格でもなければ、友人たちに何か悩みを打ち明けるようなこともありませんでした。こんなさ、言っちゃえば普通の女の子と48歳の会社員の男に何の関係性があるっていうのはない、男の方がストーカーしてたとかって話なの？いろいろね、想像しちゃいますよね。
ね。そうね。しかしね、この杉谷と A さんの間には何のトラブルもないように見えたんです。明るく社交的な A さんとは対照的に、杉谷は寡黙でおとなしい男。彼は現場となったマンションで約5年前から一人暮らしをしていました。杉谷は対人関係を築くのが苦手だったためか、なかなか一つの仕事が長続きせず、事件の前年からビルの警備員の仕事を始めたのも一人でできる仕事がいいという理由からでした。一方で勤務態度は真面目で無遅刻無欠勤、コツコツと仕事に取り組む姿勢に同僚からの評判も決して悪くはなかったんです。ただやはりこの会社でも親しい同僚はおらず、彼のプライベートを知る人は一人もいませんでした。そんな謎に包まれた生活の中でホームセンターへ足しげく通っていた杉谷。彼は事件の約1ヶ月前から人知れず凶器を買い揃えていたんです。バールに刃物、灯油、さらに長さ60センチほどの木材を購入したかと思えば、先端に包丁を固定した槍のような凶器を自作。別々の階に住み、顔を合わせることもない A さんを殺害するため、杉谷は来る日も来る日も着実に準備を進めていたんです。怖すぎるだろ。一方でその事実を知る由もない A さんは相変わらず、部屋に友人を招いてはお酒を片手に談笑を交わす何気ない日々を送っていました。本当に何一つ接点がないにしてはおかしくない。自作の凶器を作って貯めてるなんてさ、もうめちゃくちゃ A さんに恨み持ってるような人の行動じゃない。てか、下の住民がさ、自分を殺す準備を着々と進めてるってもう想像しただけで恐ろしいっすよね。するわよ。そしてですね、悲劇の時が訪れてしまうんです。開かない扉。2021年4月28日午前7時頃、平日早朝のその時間帯、 A さんはまだベッドの中で静かに寝息を立てていた。そんな穏やかな日常を崩壊させたのは、耳を突き刺すようなガラスの割れる音。何？ A さんが慌てて身を起こすと、ベランダへ続く大きな窓の前に一人の男の姿が。バールを手にしたその男は下の階の住人杉谷だった。 A さんは鬼の形相で睨みつける見覚えのない男の様子に慌てて玄関へ走った。いや、来ないで。玄関ドアを開こうと必死にドアノブを回す A さん。しかしその扉はいくら押そうともびくともしない。嘘、なんで開かないの？その間にも杉谷は A さんに向かいじりじりと歩みを進める。いや、お母さん、お母さん。マンションの廊下に響き渡る A さんの悲痛な叫び声。同時に杉谷は手に持っていたバールを思い切り振り上げた。いくらドアノブを回しても開かなかった A さんの部屋の扉。その扉は外側から接着剤で固めたドアストッパーで固定されていました。職場の同僚からは真面目でコツコツと仕事に取り組む姿に定評があった杉谷。そんな彼の殺人計画は恐ろしく入念で、 A さんの逃げ場を奪う下準備にも一切の抜かりがなかったんです。玄関ドア固定してからベランダから侵入するってどんだけ用意周到なのこいつも。A さんからしたらもう恐怖でどうにかなっちゃうわよこれね。本当に怖いよね。自分家の中を伺われて、ドアもさ用意周到にこう閉じ込められてる。もうこれだけでも恐ろしいんですけど、なんか怖い。この犯人の杉谷がね A さんにやったこう犯行内容っていうのをさらに見ていくと、杉谷という男の執念深さっていうのがね見て取れるんです。固定されたドアを押し開けようと必死にもがいていた A さん。彼女は背後から迫ってきた杉谷に後頭部を殴打され、体勢を崩したところをめった刺しに。杉谷が何度も執拗に刃物を振り下ろしたその回数はなんと120回にも及んだんです。その後、気の済むまで A さんをめった刺しにした杉谷は再びベランダへ向かい、はしごを伝って自分の部屋へと戻っていきます。そして自分の部屋へたどり着くと、ホームセンターで購入しておいた灯油をまき散らし、その部屋に火を放ったんです。警察は杉谷の財布からホームセンターのレシートを押収し、刃物や灯油、縄ばしごなど複数の犯行道具の購入を確認。近隣の目撃証言からもその殺意は明白とされ、殺人、放火などの容疑で書類送検の運びに。しかし被疑者死亡のため、事件は最終的に不起訴処分となったんです。杉谷は最初から死ぬつもりで犯行に臨んでるじゃない。それなのに接点がないってさ、不自然すぎない？直接ね顔を合わせたことがなくてもですね、杉谷は A さんに恨みを抱いていたんです。その理由はですね、近隣トラブルにありがちなあの問題だったんです。理不尽な恨み。120回もめった刺しにされた A さんの遺体から伺える杉谷の底知れない恨み。 A さんと一切接点がなかったはずの彼がそこまでの恨みを抱いた理由は、杉谷の親族の証言によって明らかにされていきました。5年ほど前からマンション内の生活音が気になると話していました。日頃から部屋に友人を招いてはお酒を片手に談笑を交わしていた A さん。杉谷は彼女の部屋から聞こえてくるその話し声に苛立ちを募らせていた可能性があるんです。寡黙で対人関係が苦手だった杉谷にとって、複数人の男女が賑やかに笑い合う
うその声は過剰なストレスになっていたのかもしれません。いやね、マンションの下の階ってさ、結構上の階がドンドンっていうので音聞こえたりするし、騒音トラブルになるのもわかるんだけど、しかも若い子たちでしょ。それはね、なんか夜明けまで飲んだりとかしてさ、うるさくなるのもわかるんだけど、殺すって考えに至るのが意味がわからないわよ。なんかその手前のいろんな手段あるのに、ねもうなんか意味わかんないですよね。ねまあ案の定問題は A さんの騒音よりも杉谷自身にあったんです。親族の証言を得た警察は杉谷の犯行を騒音トラブルによるものと推測。しかしその他のマンションの住人に尋ねると不可解な事実が浮き彫りになってくるんです。亡くなった女性の部屋からお友達と話している声が聞こえることはありましたが、うるさいと感じるほどのものではありませんでしたよ。そう、 A さんは確かに自分の部屋で友人たちとパーティーをすることはありましたが、常識をわきまえていた彼女は決して大騒ぎをするようなことはありませんでした。さらに杉谷に関しても驚きの証言をする人物が現れます。以前あの人の隣の部屋に住んでいたんですが、怖くなってすぐに引っ越しましたよ。なんせ毎日一晩中部屋の壁をどんどんと叩くんですから。なんと以前杉谷の隣の部屋に住んでいたその男性は、騒音トラブルを起こしていたのは杉谷自身だったと証言。彼は警察にも杉谷のことを相談していたといいますが、最終的に自分が引っ越して解決することに。そして A さんが殺害されてしまったのは男性が引っ越した少し後のこと。もし男性が引っ越しを決断していなければ、標的は A さんではなかったかもしれないんです。いやもうこれさ、杉谷自身がめちゃくちゃうるさくしてんじゃないの、一晩中部屋の壁叩くって何があったのよ。近隣住民にね、非がないことは明らかなんですけれども、杉谷自身がですね、普通の人は気にしないようなレベルの音だとしても、ストレスを感じてしまう状態にあったと言われているんです。というわけで本日のメトラキーワード、聴覚過敏について。聴覚過敏とは、ほんの少しの騒音が異常に大きく聞こえ、不快感や苦痛を伴う症状。聞こえる音のレベルは人によって異なるんですが、重度の症状では耳を塞ぎたくなるほど音が大きく聞こえたり、耳が痛くなったりすることもあるんです。聴覚過敏の原因は主にストレスによる自律神経の乱れ。一方で発達障害の一つ、自閉スペクトラム症の患者にも聴覚過敏を発症する人が一部存在するとされるんです。対人関係が苦手でなかなか仕事が長続きしなかったという杉谷。彼が何らかの障害を持っていた可能性も十分にあり得るんです。今回の事件について新潟清涼大学大学院の臼井正文教授は次のように言及。心のバランスを崩してしまった人は些細な音でも過剰に反応してしまい、あたかも自分が嫌がらせをされていると被害妄想を抱くことがあります。杉谷は親族への相談の中で、上の階の人に見張られていると不可解な発言をすることがあったといいます。杉谷と A さんがそれぞれ亡くなった今となっては真偽は定かではありません。しかし近隣住民や親族の証言を鑑みると、事件は結局騒音トラブルのように見えて、杉谷の単なる思い込みだったと考えられるんです。全く落ち度のない女性が何の前触れもなく巻き込まれてしまった今回の事件。マンションのような集合住宅では、本人が具体的な行動を起こさない限り、どんな危険人物が潜んでいてもほとんど知りようがありません。特に女性には管理人常駐やモニター付きインターフォン、窓に雨戸やシャッターが設けられているなど、防犯意識を持った部屋選びを心がけていただきたいです。